回はバイクの試乗動画になります。ホンダドリームってことは、こちらのバイクです。CBR600WR。この6ダボは2024年版です。青いラインが少し変わりましたよね。スタイル的には2020と同じで、スペックもあまり変わってなく、価格も160と据え置きらしいですが、クイックシフターが上下標準で備わってます。ギアチェンジが楽しいって方もいるかもしれませんが、私はどちらかというとクイックシフターの方が楽で峠は余計なことに気を取られず、スムーズにワインディングを楽しめるってことで、クイックシフターが装着されてる方が好きです。2ダボでも最近のモデルでは上下付けることも可能ですし、4R も上下ありますからね。CBR650R では上しかなかったので、下もできることが魅力的です。あとは CBR650R から排気量が 50cc 落ちているが、チューニングされたエンジンなので、馬力は25ぐらい増します。CBR650R は95馬力ですが、6ダボは121馬力です。最高出力も14000回転の時に発生します。かなり高回転だ。CBR650R は12000回転ぐらいだったような気がします。それでもそれなりに高回転ですけどね。車重も CBR650R よりも16キロも軽いという刺激的なスペックとなってます。マフラーがセンターアップなので、デートナ675好きなら6ダボも好きになります。では試乗へ。おー、6ダボ。おー、6ダボ。これ何？クラッチやんなくてもいいんだ。おー。ローダウンしてるのすごい乗りやすい。何これ、ローダウンしてるやつ乗りやすいな。クラッチ硬いな、やっぱり。すごいな。これでモードを切り替えて、モード1からいっちゃおうか。これで水温がね、ここにね出てるんでね。で、ここサイドスタンド払うとなんか表示が消えるらしくて、サイドスタンドはねすごいやりやすい。これ6ダボのなんか形状が作りがいいね。あとね、ここがねクイックシフターのねオンオフとからしい。いやでもなんかローダウンされてるとね、前傾姿勢がそんな強くない。わーすごい。わー怖え。何これ、こんなすごかったっけこのバイク。3年前に一度試乗してます。ガチな SS 乗るの久々だからな。足がすごい位置にあるのこれ。おすげえ。何これ、ローダウンされてるからかな。なんかすごい。おー超いいんだけど、つうかね、何もう CBR650R と全然違うとそりゃそうだけど、加速もすごい鋭。なんかね、もう全然4R とかと全然違うわ。もうね、なんか乗ってる、なんだろう、なんだろうこれ。なんかね、デイトナとかとも全然違う。デイトナ675か。あれとかともまたね、全然違うね。あれどこだっけ。いきなりなんかね、もうバックステップしてないけどバックステップしてる感じがする。あとね、やっぱローダウンしてるからなのかな。すごいね、足つきがいい。音がすごい。超レーシーなんだけどこれ。うわーこれいいな。ちょっとでもローダウンしてない方が俺はいいな。でもローダウンするとね、結構身長低い人でも乗れる気がする。あと出だしはね、すごい。もう全然違うね。やっぱ CBR で 650R となんか加速の仕方も全然違うし、なんか無理してる感っていうのは全然ない。でもやっぱ熱がね、足の熱がちょっと今走っただけでも足がすごい熱が、センターアップだからかな、配管が多分なんつうの、足の下らへんから来てる感じなのかね。これが一番モードでもね、なんかギアのつながり方はね 4R とかの方が
全然違うね、やっぱり。650あると全然もうあれだ、なんか形状が違う。もうこれとね、なんか走ったら全然比べ物になんない気がする。ほんとやっぱ SS って感じ。でもね、乗りづらさは全然ない。なんか3年前ぐらいに乗った試乗した時があるんだけど、その時結構乗りづらい感があったんで、なんて言うんだろう、結構乗りやすい。すごい、こんな乗りやすいと思わなかったな。でもやっぱ長時間はね運転できないかもね。でもこれいいね。クイックシフターの質っていうのかな、 4R の方がいい感じがするんで、なんかねスムーズなんで 4R とかの方が。落とす時もね、なんかグリッピングも4R とかの方がしてくれるような気がする。6ダモのクイックシフターはなんか無理につけてる感があるっていうのかな。まあ上はね全然問題ないんだけど、なんか下がね結構強引に落としてる感があるっていうのかな。加速のね質はねやっぱりホンダ特有なのかね、これ多分。なんとなくだけど。ここからはマフラー音重視。ということで6ダボの試乗しながらのレビューでしたが、ここからは乗ってから気づいたことをお伝えします。まずはスペックから見ればわかりますが、SS の中でも SS なので乗っててとてもレーシーです。馬力などもあるのですぐにかなりの速度に達してしまいます。乗り心地はローダウンしてると乗りやすいが、してないと足つきが悪そうです。でもステップの位置からすると6ダボはこれがちょうど良いのかもしれないです。またマフラーがセンターアップなのでお尻が熱いです。真夏なんかに乗った日にはかなり熱いのかと思います。まあデートナ675も同じ形状で熱かったが、好きなバイクなら関係なく乗れます。
ちなみに CBR650R はちょうど右足のかかとの下にマフラーの先端が来るので、真夏は溶けるぐらいかかとが熱くなります。これが結構熱くて嫌でしたね。なのでマフラー形状は一般的なものがやはり良いのかもしれないです。ということでいつものスナッチランキングで次の SS とツアラー5台のバイクで一番所有したいのは、これはあくまで私の意見です。CBR650R、ZX4R、YZF-R7、デートナ660、CBR600WR。1位は ZX4R です。2位は CBR600WR。3位はデートナ660。C は CBR650R。5位は YZF-R7。ZX4R と CBR600WR は迷いましたが、4R は刺激と乗りやすさが両立してるので CBR600WR よりもランキングが上に行きました。それに前傾姿勢がそこまできつくなく、クラッチが柔らかいので長距離ツーリングができる。あとは6ダボはすぐに80キロとかに到達するが、4R は楽しみながら加速するので、公道でも楽しめるって感じです。でも6ダボの方が高いので所有感は6ダボの方があるような気がする。ミドルバイクばかり試乗してるが、と言っても 4R はミドルではないが、ここにアプリリアの RS660 や川崎の 6R が入ってきたらどうなるのだろう。これは今度機会があれば試乗したいと思います。6ダボに乗ってみたい方は今すぐホンダドリーム袖ヶ浦へ GO。